やっぱりパースに乗っけるんなら奥の肩も見えるぐらい書いとかないと説得力がないんで、よろしくお願いします。毎度です。またひろいさんが来てます。どうも。このアーティスト結構触れる頑張りましたね。元のアーティストが気になってた立体感苦手って言ってました。例えば袖のところでそのフリルがちゃんと曲線に沿るように描かないと平らなものについてる感じ。やっぱ先に普通の袖だったらどういう曲線になるか描いてからそこからフリルを合わせればいい。で、キャラクターの胸とかの形も影響あるので、シャツのその真ん中にあるボタンとフリルも多分、ひのいさんが描いているように少し隠れるところもあります。体はピアノに向いてるけど顔は直接カメラに向いてます。で、あとはカメラ向くときに多分左にあるからそれに合わせて顔が少し傾く感じですね。何かコメントとかありますか？肩の入れ方とか。ひのいさんが書いた方がその肩がもっと落ち着いてリラックスしながら弾けるようになってますね。やっぱりパースに乗っけるんなら奥の肩も見えるぐらい書いとかないと説得力がないんで。そっか。キャラクターが本当に横から角度になってました。服の襟、何かアドバイスありますか？まあ首という筒に合わせて基本これですよね。そうですね。だからまあパースによってはまあこれは後ろ、いろんな襟の形が角度によって違うんでいろんな描き方ができるからそれをね覚えておくと応用が効くんで。そうですね。ワイシャツだけなら結構パターンが分かりやすいけど、やっぱ特に女性の服の襟の種類がいっぱいありますね。そうですね。胸の下の影、ちょっと気になってます。胸の形に沿るような影はどういうふうになんか上手に描けますか？そうだな、この絵に関してまあ影をつけるとしたらこんな感じになるのかな。わかりやすいですか？まあ一例としてこういう影の付け方もありますよと。みんなこのアドバイス動画シリーズの中でいっぱいあるのでプレイリストをぜひ見てください。あとはチャンネルの登録お願いします。いいねボタンも押してください。あとコメント待っています。じゃあ今日ひのいさんありがとうございました。バイバイ。はい、お達者でーす。